の映像は目の前で母親を殺された6歳の少年の裁判での証言シーンである。 I sort of seen if my mom was like still awake or if she was dead, and then I wake my brother up and You woke your brother up? yeah, and then I told him we have to go get help, and then let's go get help. 1992年11月29日、アメリカ・ジョージア州アトランタ。夜遅く閑静な郊外に響いた一発の銃声。しばらくして民家のドアを叩いたのはまだ幼い少年でした。助けて、ママが倒れてるんだ。泣きながら訴えるその少年はリッキー・トーカーズ。彼は4歳の弟の手を引いて母親の殺害現場から逃げてきたんです。殺されたのはなんとテレビでも話題の有名弁護士の妻。事件は新聞の見出しを独占しました。そして実はその有名弁護士がこの事件の犯人なんです。幼い息子の前で妻を殺害した有名弁護士。男はなぜあまりにも無慈悲なその犯行に及んだのか。妻は知ってしまったんです。絶対に知ってはならない男の裏の顔。おさすけちゃんです。いや、みやみかんですというわけで皆さん、僕ね、この撮影の後ね、ラオスに行ってまいりますよ。タイを経由して。ラオスの結局どこ行くことになったの？洞窟と山と象に乗って、ちょっと怪しいとこの動画を撮って、アルゴメトの皆さんになんかお届けできればと思ってますよ。ちょっと怪しいとこ行くのまた気をつけなさいよ、あんた。たこ焼き屋行くんでしょ？もういいよ、それずっと言ってるじゃん。それ俺がフィリピンで行ってくられた時の話。海外のたこ焼き屋ってあれでみんな危険だと思ってるわよ。一生行かねえよ。ラオスのたこ焼き屋も行かないでね。本日ご紹介するのはアメリカ・アトランタで起こった殺人事件。殺害されたのはなんと有名弁護士の妻で、6歳と4歳の子供たちの前で殺害されてしまったんです。そんな年の子がさ、自分のお母さんでしょ、殺人現場見ちゃったらトラウマっていう言葉では足りないぐらいの傷跡になっちゃいそうよね。トラウマになるのもそうなんですけど、この話、母の深い愛情があったんだなっていうのも本当に知れるような事件だったんじゃないかなと思います。アトランタの放送界を揺るがすものとなった今回の事件。そして一番困惑していたのは、この事件を首謀した犯人自身だったんです。黒幕はすぐそばに。1992年11月30日、アメリカ・ジョージア州アトランタ。その日、新聞を飾ったのは、弁護士フレッド・トーカーズの妻、射殺されるという見出し。射殺？また偉いことになったな。突然のニュースにアトランタ市民は動揺を隠しきれませんでした。被害女性の名はサラ・トーカーズ。テレビ出演もしている有名弁護士、フレッド・トーカーズの妻だったんです。この前日、フロリダの実家で祝日を過ごしたサラは、息子2人を連れて夜遅くにアトランタへ帰宅。すると、自宅の前で銃を携えた男が待ち伏せしており、サラを脅して数マイルを運転させた後、子供たちの目の前で彼女を殺害してしまったんです。助けを求め近隣の民家へ走った6歳の息子リッキーと4歳のマイク。まだ幼い彼らが殺人現場に居合わせてしまったことに誰もが同情の目を向けていました。何より絶望していたのは殺されたサラの夫フレッド。どうして妻が。フレッドは愛する妻の死に打ちひしがれそうになるように見えていました。それから約3週間後、フレッドをさらに狼狽させる続報が飛び込んでくるんです。その日、警察は容疑者としてエディ・ローレンスという男を逮捕。続いて彼が宿った22歳の殺し屋の男ローワーも逮捕されました。彼らの逮捕を知った弁護士のフレッドは自殺未遂をしたんです。死んだ妻の両親に子供たちを預け、一人ホテルの一室にこもっていたフレッド。彼は大量の鎮痛剤をアルコールと一緒に飲み込み死のうとしましたが、どうにか一命を取り留めました。そしてフレッドが自殺未遂をした理由は、逮捕された2人と彼の関係性にあったんです。フレッド・トーカーズさん、奥さんの件でお話をお聞かせ願えないでしょうか。殺し屋のローワーが逮捕されて以来、フレッドの元へしつこく詰めかけていたマスコミ。その理由は、殺し屋のローワーがエディ・ローレンスだけではなく、フレッドも依頼人だと明かしたためでした。そう、殺し屋を雇ったローレンスはフレッドの仕事仲間。世間は2人が共謀して被害者のサラを殺害したという話題で持ちきりだったんです。いや、確かに仕事仲間が逮捕されたのは驚きなんだけど、そもそも被害者のサラってフレッドの妻なんでしょ？なんで殺害なんか依頼すんのよ。夫が普通の神経の持ち主だったらこんな依頼ができるわけないですよね。残念ながらこの男は普通ではなかったようなんです。
です。私もローレンスも事件には関わっていない。嫌疑をかけられたフレッドはマスコミに向かいきっぱりと相談じますが、精神を病んだ彼は弁護士事務所を閉鎖、マスコミを避けるためフロリダ州へ引っ越してしまうんです。一方、逮捕されていた仕事仲間のローレンスはだんまりを続けていましたが、警察が司法取引を持ちかけると観念した様子でこう語り始めたんです。フレッドに依頼されて奥さんの殺害に協力しました。こうして事件の首謀者がフレッドだという事実に疑いの余地はなくなったんです。信じたくないけど本当に夫が犯人みたいね、うん、仕事仲間とかさ、殺し屋とかまで巻き込んで相当深い闇ありそうじゃない、その理由をねちゃんと理解するためには、フレッドと妻のサラの夫婦関係だったり、フレッドがね今までどんな仕事をやってきたかっていうのをね知る必要があるんです。理想の家庭。事件が起こる約8年前の1984年、それは当時31歳のサラが夕方のニュースを見ていた時、フレッドじゃない、殺人事件の裁判に出廷していたのは当時若手検事だったフレッド・トーカーズ、サラの高校の同級生でした。サラは懐かしくなり思い切ってフレッドに連絡。2人は十数年ぶりの再会を果たすごとに、以来フレッドと頻繁にデートを重ねるようになったサラ。彼女はフレッドに運命を感じていました。彼となら幸せな家庭を築けるかもしれない。サラがフレッドに惹かれたことには彼女の過去も関係していました。実はサラは数年前に離婚したばかり。元夫はナイトクラブの経営者で、大勢の美女が出入りする店ということもあって非常に女遊びが激しかったんです。サラの家庭は両親ともに優秀な外科医で敬虔なカトリック教徒。サラは勤勉なフレッドに自分の父親を重ね、今度こそまともな結婚生活を送れると期待していたんです。一方、フレッドにとってもサラは理想の相手。フレッドは向上心が強く、将来は富裕層を顧客に持つ弁護士になりたいと思っていました。美人で人当たりのいいサラはフレッドが望むような人脈をいくつも持っていたんです。こうして意気投合した2人は再会の翌年、早々に結婚を決めました。ちょっとこれ大丈夫じゃないじゃない。人の真面目さに惹かれたサラはいいとして、フレッドはサラの人脈の方を当てにしてるっていうか、人を利用しようとして動機が不純すぎない？残念ながらフレッドとはサラが思い描いていたような夫婦関係は築けなかったんです。結婚から1年後の1986年9月、サラは第一子のリッキーを出産。アトランタ郊外の高級分譲地に石造りの大きな邸宅も購入し、フレッドとの結婚生活は傍目には順風満帆に見えていました。しかし、フレッドとあまりうまくいっていないんじゃないか。電話越しに不安げな声色でそう尋ねたサラの父親。一緒に暮らしてはいるものの、フレッドは常に仕事で出ずっぱりで、結婚以来サラと夕食を共にしたことすらほとんどないような状態。サラの両親はフレッドが出世にしか興味がないことに気がついたんです。それでも念願の息子が生まれたことで、サラは十分幸せそうにしていました。一方でフレッドは地方検事局を退職して弁護士事務所を設立。脱税や離婚問題など高額報酬が期待できる分野に狙いを定め、事業を拡大していきます。もっとだ。俺はもっと金を稼ぎたいんだ。そしてその頃、そんなフレッドの野心があだとなってしまう時勢が訪れるんです。フレッドが弁護士事務所を開業したのはアメリカでマネーロンダリング規制法が可決された年。この法律の隙間をすり抜けるため、麻薬ディーラーが弁護士を雇うようになったんです。マネーロンダリングって海外ドラマとかで聞くこともあるけど、よくわかんないけど、悪い言葉っぽいのはわかる。麻薬ディーラーが関わってる時点でなんかヤバそうですよね、いきなり言われてもわからない人もいると思うので、しっかり見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、マネーロンダリングについて。マネーロンダリングとは、犯罪行為などで違法に得た資金の出所をごまかす行為のこと。具体的には、他人名義の口座を利用して転々と送金を繰り返したり、株の購入や大口寄付等を行い、その資金を得た本当のルートをわからなくしてしまう方法があるんです。1970年、アメリカでは銀行秘密法が制定されました。この法律によって、金融機関で一定額以上の現金取引を行う際には届け出が必要になるなど、マネーロンダリングの取り締まりが厳格に。さらに、1986年には、マネーロンダリング規制法を制定。銀行秘密法に違反した場合の没収規定を定め、政府は犯罪者を告発しなくても資産を差し押さえられるように。もしかしてマネーロンダリング規制法ってのに引っかからないようにフレッドが裏で手を回してたっていう話なの？おっしゃる通りなんです。フレッドは人知れず闇の弁護士になっていくんです。そして彼のこのビジネスはサラとの結婚生活にも影を落としていくんです。閉ざされた地下室。弁護士事務所を設立してからというもの、フレッドは仕事一辺倒なだけではなく、妻のサラの扱いがみるみるひどくなっていきました。今後は俺が家計を管理する。そう言うと、フレッドはサラが銀行口座やクレジットカードを持つことを禁止し、自分が与える小遣いの範囲のやり取りしか許さなくなったんです。しかもその小遣いにしても、サラがもう少し家にお金を入れてほしいと懇願してやっともらえるくらいのもの。人脈作りに利用できると踏んでサラと結婚したフレッドは、そんな彼女のことをわずか数年で邪魔者
物扱いするように。フレッドは家庭事情を相談されることを嫌ってか、妻のサラが両親と会うことにもいい顔をせず、挙句は暴力まで振るうように。サラはさ、真面目なフレッドが好きで結婚したのに、こんな結婚生活じゃただのモラハラ男じゃないこいつ。フレッドはお金だけを追い求めて犯罪まがいのビジネスに手を出してしまったんですよ。そしてその結果、フレッドの人格までもが闇に染まっていったんです。結婚3年目を迎えた1988年には、サラは第2子のマイクを出産。このタイミングで彼女は30代半ばの女性としては少し異様な行動に出るんです。サラはこの時、幼い2人の息子に向けて遺言書を作りました。私はいつ夫に殺されるかわからない。フレッドとの結婚生活に一抹の不安を覚えていたサラは、自身の財産を全て2人の息子に残すことを文書にしたんです。そしてサラのその不安は的中していました。フレッドはサラが死亡した場合の第一受取人に自分を指定した3つの生命保険に加入。その総額は合計175万ドル。サラは日本円にしてなんと約2億5000万円もの保険金がかけられていたんです。サラは当然離婚も考えましたが、息子2人のことを思うとそれも容易ではありませんでした。離婚するなら親権は俺が取るからな。フレッドは常にそう言ってサラを脅しており、離婚の話を進めるなら親権を取るために有利な材料を集める必要があったんです。そしてサラには一つだけフレッドの弱みをつかむための心当たりがありました。あの人は絶対に地下室に何か隠してる。地下室、嫌な予感しかしな。そうなんですよ。結果としてサラはその地下室に踏み込むべきではなかったんです。フレッドは自宅の地下室に他人を入れることに異常な拒絶反応を見せていました。以前から怪しく思っていたサラは彼の目を盗み地下室へ侵入。そしてそれはフレッドが厳重に管理していた金庫を開けた時のこと。あの人最悪じゃないの。金庫の中から見つかったのは多額の現金と書類の山。その書類の内容は麻薬ディーラーのマネーロンダリングを示唆するものでした。真面目で勤勉で富裕層の顧客を多数持つ有名弁護士を目指していたフレッド。サラの中で理想だった彼のその姿は音を立てて崩れていきました。もしかしてサラはこれを見つけちゃったから殺されちゃったってことなんじゃないの？そうなんです。どんな手を使ってでも成り上がりたかったフレッドにとって、自分が裏でやってることがバレちゃったらそれが足かせになっちゃうじゃないですか。だからその結果、サラに手をかけてしまったんです。裏切りの夜。1992年11月初頭、妻のサラがマネーロンダリングの件を知ってしまったことに感づいたフレッドは、仕事仲間のローレンスについにその依頼をしました。5000ドルで妻を殺してくれ。当時フレッドはすでに警察からマネーロンダリングの嫌疑をかけられ、マークされている状態。その状態でいつ秘密を漏らすかわからない妻をそのまま生かしておくわけにはいかなかったんです。ここからローレンスは殺し屋のローワーを雇い、サラの殺害に臨みます。しかし1度目はサラの自宅への侵入を試みるも、飼い犬に吠えられて失敗。2人は改めて出直すことに。そして迎えた11月27日、サラは夫のフレッドや息子たちとフロリダの実家で過ごしていました。この時にかかってきたのが、アトランタの自宅の警報システムの誤作動を知らせる警備会社の電話。また誤作動ですか？電話に出たサラは怪訝な表情で警備会社の職員に問い返します。なぜならその日、警報の誤作動の電話がかかってくるのは2度目だったから。煩わしく思ったサラはこの時、警報システムを遮断。それが夫フレッドの罠だとは知りもせず。1992年11月29日、夜10時を過ぎた頃、息子2人を連れたサラはアトランタ郊外の薄暗い車道を走っていた。ただ、その車内は異様な空気に包まれていた。運転席にはサラ、助手席に長男のリッキー、後部座席では4歳のマイクが寝息を立てている。そしてマイクの隣では黒いマスクをかぶった男が銃を構えていた。サラは後頭部に銃を突きつけられ、ただ車を走らせるしかなかった。サラと子供たちが帰宅した際、自宅の敷地内に侵入していたその男。男は車を追いかけたサラを脅し、再び車を発進させた。どうしたらいいの？でもこの子たちは絶対に守らなきゃ。サラは恐怖でアクセルを踏む足も震えるほどだったが、2人の息子を乗せていることを思うとなぜか冷静になれた。そして、おい、まだ止めろとは言ってねえぞ。男は人通りのない袋小路まで車を向かわせるつもりだったが、サラは指定された場所ではない道路脇に車を止めた。バッグも車も全部持ってっていいわ。だからお願い、子供たちには手を出さないで。震える声で男に懇願するサラ。同時に彼女は窓の外の何かに気がついた。あの人は。次の瞬間、乾いた銃声とともにサラはハンドルに倒れ込んだ。車はその勢いで急発進し、畑に乗り上げ停止。くそ！慌てて車を飛び出した黒マスクの男。助手席にいた長男リッキーは母親がもう動かなくなったことを悟ると、車のキーを回しエンジンを止めた。マイク、起きて早く。おじいちゃんはお医者さんだからママを治してもらうんだ。
胸が痛くなっちゃうわよ。お医者さんなら治してくれるってリッキーはそう思いたかったのよね。本当に子供の前でこんなことをさせた父親っていうのはマジで許せないですよね。そして母親のサラが死ぬ前に何か気づいたことがあったんです。実は彼女は最後の力を振り絞り子供たちを守ろうとしたんです。殺し屋に後頭部を撃たれる直前、窓の外の何かに気がついたサラ。彼女が見つけたのは、殺し屋の任務遂行を見届けに来た夫の仕事仲間、ローレンスの姿でした。その瞬間、全てを察したサラは、車を急発進させると同時に、ローレンスが立っていた方向へハンドルを切ったんです。銃弾はすでに彼女の命を奪っていましたが、サラがローレンスを引こうとしたことに驚き、殺し屋の男は子供たちには手を出さずに逃走。結果としてサラは、もう少しで死ぬ運命にあった2人の息子を守り抜くことができたんです。事件から5年後の1997年3月8日、夫のフレッドは第1級殺人で仮釈放なしの終身刑に。自分たちの父親はいい行いもできる人間だったと息子たちに知ってほしい。罪に問われた後、彼はそう悔い改め、10年間で6件の殺人事件解決に協力。フレッドの証言で1人は死刑、1人は終身刑の罪に問われています。その後フレッドは2020年5月にペンシルベニア州の刑務所で67歳にして自然死。リッキーやマイクが父親の行動をどう思っていたのかは定かではありません。ただ一つ言えるのは、息子たちが二度と父親に会うことはなかったということ。命が尽きるその時まで、母として無類の愛で2人の息子を守り抜いたサラ。リッキーやマイクにとっては、ブレずに愛情を注いでくれた彼女だけが親だと思える人だったのかもしれません。あなたが親の愛を一番に感じた瞬間はどんな時でしたか？